こんにちは。本当の自分って一体何なんだろうってふと考えたことありませんか？今回はですね、聖書が教えてくれる自分自身を霊、魂、肉っていう3つのパートに分けて理解するちょっと面白い視点を紹介したいんです。これを知ると日々の悩みがすっと軽くなって自分が進むべき道がクリアに見えてくるかもしれません。一緒に探っていきましょう。さて、じゃあ早速なんですけれども、この聖書の言葉ちょっと聞いてみてください。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を告げ広めなさい。って思いません？いや、かなりゾッとするようなはてなという内容ですよね。だって文字通りに考えたら、もう亡くなってる人がどうやって他の亡くなった人を埋葬するのって話じゃないですか。もう謎々みたいで意味が全然わからないですよね。でも安心してください。この話が終わる頃には、そういうことかってこの言葉の深い意味がきっと腑に落ちるはずですから。というわけで、これが今日の流れです。まずこの不思議な話の謎を解いて、そこから生と死の考え方をアップデートします。で、次に霊、魂、肉っていう私たちの3つの部分について見ていって、じゃあその一番大事な霊をどう育てるのか、そして最後にそれが私たちの人生にどんな目的を与えてくれるのかっていうところまで見ていきたいと思います。はい、じゃあ最初のセクションです。さっきの謎を解く鍵は、実は聖書が2種類の死について語っているってことを理解するところにあるんですよ。聖書が言う死には2つあるんですね。一つは私たちがよく知っている肉的な死。これは生物としての命が終わることで誰にでも訪れます。でももう一つあるのが霊的な死。これ、体はピンピンして生きてるんだけど、神様とのつながりが完全に断絶しちゃってる状態。肉体の状態のことではないということなんです。そう考えると最初の謎が解けますよね。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいっていうのは、つまり霊的に死んでいる人たちに肉体的に死んだ人のことは任せておきなさいっていう意味だったんです。なるほどって思いません？この理解が私たちの内側を探るすごく大事なスタート地点になります。さて、ここからがこの話の核心です。聖書によると、人間ってただの肉の塊じゃない。実は3つの違うパーツでできているっていうんですね。その3つというのが霊、そして魂、そして肉。これ単なる言葉のあやではなく、それぞれがちゃんと違う役割を持ってて、本当のあなた自身を形作ってるめちゃくちゃ大事な要素なんです。まずは一番わかりやすい肉。つまり私たち体ですね。聖書はこれを外なる人なんて言ったりします。五感を使って世界を感じて、いつかは土に帰る。この地球で過ごすための一時的な乗り物みたいなものですね。次が魂。これは肉体と次に出てくる霊をつなぐ架け橋みたいな存在です。あなたの心とか意志とか感情、全部ここに含まれます。夢の中で見る自分っているじゃないですか。名前があるならば、夢の中の自分がまさに魂なんです。そして最後、これが一番大事な霊です。聖書はこれを内なる人って呼びます。これこそが本当のあなた。年を取らないし、死ぬこともない。あなたの永遠の核となる部分。そして神様とつながることができる唯一のアンテナでもあるんです。じゃあこの3つの部分ってどういうふうに関わり合っているんでしょうか？そして一番大事な霊を私たちは生きている間にどうやって成長させることができるんでしょうか？この比較、すごく大事なことなんでちょっと見てください。私たちの体の寿命って長生きしても100年ぐらいですよね。でも霊の命は永遠なんです。なくならない。この視点を持つだけで、この限られた人生で何を一番大切にすべきか、なんとなく見えてきませんか？これを説明するのにすごくわかりやすい例えがあります。まずあなたの肉、つまり日々の行動とか考え方が土壌だとします。で、根はその土壌から栄養を吸っ
って育つ木みたいなもの。そして最終的にその木になる実。これがあなたの霊なんです。良い土壌からは良い実が、悪い土壌からは悪い実がなる。すごくシンプルですよね。つまり私たちがこの地上で生きる100年くらいの人生っていうのは、永遠に続く存在である霊を天国でふさわしい形に育て上げるためのたった一度きりのめちゃくちゃ貴重な時間ってことなんです。さて、この考え方は面白いけど、じゃあそれが私たちの普段の生活とか悩みにどう関係してくるのっていう話ですよね。ここからはこの考え方が私たちの人生にどんな目的を与えてくれるのかを見ていきましょう。もし私たちの意識が目に見える肉のこと、つまりお金とか仕事とか人間関係とかそういうことだけに集中しちゃうとどうなるでしょう。なんかいつも漠然と不安だったり、何のためにこんなに頑張ってるんだろうって虚しくなったり、将来に希望が持てなかったり、目の前の問題に振り回されて心がどんどんすり減っていく、誰しもちょっとは心当たりありませんか？ここでイエス様がすごく力強いことを言っています。人を生かすものは霊であって、肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。これって本当の解決策はどこにあるのか、はっきり示してくれていますよね。逆に人生のフォーカスを霊に合わせてみるとどう変わるか。不安じゃなくて揺らがない希望が土台になる。虚しさじゃなくて日々の行動一つ一つにはっきりとした目的が生まれる。目先の困難に負けるんじゃなくて、永遠っていう大きな視点から乗り越えていけるようになるんです。そうなると死に対する見方も180度変わります。怖い終わりじゃなくて、本当の自分である霊は永遠に生きていく。だから生きている今も自分自身を大切に育てていく生き方をしていく。この考え方ってものすごい慰めと希望をくれると思いませんか？さて、ここまで話を聞いてみて、ちょっと皆さんに考えてみてほしいんです。この1週間、あなたは自分の永遠の自分、つまり霊をどんな風に大切にしてあげますか？もし、いや、でも具体的に何をすればって思うなら、すごくシンプルな最初のステップを2つ提案します。一つは今度聖書を読むとき、これって肉体の話かな、それとも霊の話かなって新しい眼鏡をかけるみたいに意識して読んでみること。そして2つ目、祈ってみること。祈りって要は対話なんです。霊の呼吸とも言われるので、祈ってみることで少しずつ見えないけれども存在するものに気づいていくでしょう。今日のこの話があなたが本当の自分と出会って、もっと自由で目的のある人生を生きるためのきっかけになったらすごく嬉しいです。